こんにちにゃむにゃむにゃむちです。7月に上海で開催されたビリビリマクロリンクにムジカで出演させていただきました。せっかく上海に来たからには観光もしたいということで Vlog を撮ってみたよ。中国の SNS では都市をお散歩することをシティウォークって言うんだって。ということでにゃむちもシティウォークしてみました。スタート地点はこの辺。街並みが本当に綺麗なの。路面電車みたいなのが走ってたんだ。正確に言うとトロリーバスっていうらしい。綺麗な建物の1階にある路面店も気になるよね。入れそうな機会があったら行ってみたいかも。なんかすごそうな建物があったから敷地内に入ってみた。建物の中はレストランなんだって。予約必須らしいから行ってみたい人は予約忘れずにね。洋館なんだけど建物の装飾がところどころ中国っぽくて素敵なの。にゃむちもいつかこういうところでご飯食べてみたいな。ちょっと歩いてみるとさっきとはまた雰囲気が違うところが。なんかかっこいい。看板に書かれてる字を翻訳アプリで検索してみたらここもレストランらしい。夜のライトアップも綺麗で素敵みたいだからいつか入ってみたい。また少し歩いてみると繁華街っぽいところに到着。人がたくさんいて日本でいうと原宿っぽいかも。あのピンクの壁のお店も可愛くて気になる。この辺いっぱいお店がありそうだから通りを歩いてみることにしました。このカフェおしゃれで可愛い。もう絶対映え。ここは上海ウージャンルーって言ってグルメストリートらしい。美味しそうな食べ物ばっかで気になりすぎた。食べ歩きにもちょうど良さそうな食べ物を見つけたよ。いろいろ味があるっぽいけどなんだろう。日本にもある呼び方がたくさんあるあのお菓子に似てるかも。この辺はレモンティーのお店に牛肉麺、お茶のお店がたくさんあるね。あ、この名前ライブ前の空き時間にスタッフさんに教えてもらったんだ。パーワンチャージーって言ってミルクティーのお店なんだって。おすすめしてもらったからここで何か注文してみようと思います。全然読めない。どれにしようか迷ってたら店員さんが試飲を勧めてくれたので同じのを注文してみました。じゃじゃーん。メロンフレーバーのウーロン茶をベースにしたミルクティーです。カロリーがちょっと気になるから甘さ控えめにしてみた。さっぱりしてるんだけどちゃんとメロンの風味がして美味しかった。ミルクティーを飲みながらシティウォークを再開。ここはおしゃれな建物と緑が多くて素敵。ジャンエンって言って古くなって使われなくなった建物を再生した街なんだって。暑さ対策のミストが出てたの。親切で助かる。この日もかなり暑かった。ハイブランドのお店もたくさんあったんだ。歴史がある感じの建物なのも相まって雰囲気が本当に素敵なの。にゃむちもいつかこういうところでたくさんお買い物できるようになりたい。地下鉄と直結でアクセスもいいからにゃむち的にはかなり観光におすすめな場所。この辺お店のデザインが個性的で可愛い。いろんなテイストが集まってて見てて楽しかった。街中に噴水があるのってなんかいいよね。建物に囲まれてるんだけど緑とか水辺があるから癒された。車通りが多い道に戻ってきました。レンタルできる自転車の量がすごかった。せっかくだから自転車を借りてシティサイクリングをしてみました。しばらく乗ってたらまた違った雰囲気の街が見えてきた。この辺全体的に建物が高くてなんか近代的。不思議な建物が気になったから
自転車を返却してシティウォークを再開。人多くて道もすっごい広かった。ここは南京東路っていう歩行者天国なんだって。歩くのも大変でお祭りの日みたいな感じ。でも看板が可愛いお店がたくさんあって歩いてて楽しかった。遊園地とかにあるミニ SL みたいなのが走ってたんだ。これに乗って移動するのも楽しそう。歩行者天国の端まで来たっぽいから、さっきまで歩いてきた道を振り返ってみてみました。この建物とか交差点かっこよくない？たくさん歩いてお腹も空いてきたから、ここでレストランに入ってちょっと早めの晩ご飯。どれも本当に美味しかったんだ。上海観光で食べたものは最後にまとめて紹介するよ。ここではほんの少しチラ見せ。上海に来たら外せないのが夜景。夜ご飯を食べてお店を出たらちょうどいい時間ってことで向かったよ。にゃむち、夜景見るのすっごい楽しみにしてて、あのエリアはワイタンって言うんだって。この人たちも夜景を見に行くのかな。夜になってもまだまだ人通りが多くってすっごいにぎわってた。建物のライトアップがカラフルで昼間とはまた違った雰囲気で素敵。このフービンファンデンってホテルが有名らしい。写真とかでよく見る特徴的なタワーが見えてきた。もうすでに綺麗でテンション上がる。てか人やばー。この波に乗って綺麗に撮れるところまで移動。じゃーん、やばくない？なんかサイバーパンクって感じ。念願の夜景が見れてにゃむち大感激。反対側はまた雰囲気が違って二度おいしいの。上海の夜景が有名になる理由が分かりすぎた。ここの橋は中国のドラマとか映画によく出てくるらしい。橋のライトアップもすっごい綺麗。人通りが少なくて落ち着いた場所に移動してみました。静かなところからゆっくり眺める夜景も最高。不思議な形の建物を発見。なんと10月にライブでお邪魔するメルセデス・ベンツアリーナです。10月11日12日に開催する合同ライブ分かれ道のその先へ上海追加公演にぜひぜひ遊びに来てほしいです。絶賛にゃむっと練習中なのでみんなと会えるのを楽しみにしてます。最後に上海で食べた美味しいものをご紹介。まずはこちら、チンブーヤンっていうスイーツ。ココナッツチップスが後入れになってて、これだけでも美味しそうじゃない？ココナッツミルクに具材がたくさん入ってるの。里芋ともちもちしたお団子みたいなものが入ってて食べ応えすごかった。あとはスイカと小豆とゼリーみたいなのもあって、いろんな食感と味が楽しいスイーツでした。続いてはこちら、スタッフさんへのお土産に美味しそうなドリンクを買ってきました。一つはチーズ抹茶味で、もう一つがココナッツ桃味。スタッフさんからの食レポを紹介するよ。すっごい美味しそうだったから10月のライブが終わったら飲んでみようかな。続いては上海といえばのグルメ、焼き小籠包。スープとのセットを頼んでみました。このスープに入ってる具材がすっごい変わってて、大根の漬物に鴨の肉と鴨の血、ホルモン、揚げ豆腐、春雨が入ってるの。みんな味についてかなり気になってると思うけど、酸っぱくてピリ辛で美味しかった。そして焼き小籠包、上海ではシェンジェンって言うんだって。定番の豚肉のとエビのを食べてみたよ。にゃむちは皮がちゃんと焼いてあってカリッとしてるのが好みなんだ。豚肉のは肉汁がすごくて最高。エビのは身がプリプリでどっちもすっごく美味しかった。ここからはレストランでの晩ご飯シリーズ。これはシャンユーシャンツー。最後に熱い油をかけて仕上げるタウナギの細切り炒めなんだって。
日本で食べられるうなぎよりは身が若干少なめなんだけど、味はすっごい美味しい。こちらは角煮。日本で食べられてるのとはちょっと違って甘めの味付けで新鮮。この甘じょっぱい味付け、かなりにゃむちの好みでした。こちらはカニ味噌豆腐。上海ガニを使ってるらしい。カニの風味がすごくて、豆腐が柔らかくて最高に美味しかった。次は上海ガニの身を食べてみたいな。最後はこちら。ビジュのインパクトがすっごいの。孫州コイユっていう料理名なんだけど、リスみたいな血魚って意味らしい。似てるのかな。肝心のお味なんだけど、すっごく美味しい。揚げてあるからサクサクなのと、あんの甘酸っぱさのバランスが神。上海のご飯どれも美味しくて最高。ごちそうさまでした。ってな感じで今回はここまで。上海本当に楽しかった。また10月にもライブで上海にお邪魔させていただくことになったので、今からとっても楽しみにしてます。これからもハッシュタグにゃむちチャンネル、教えてにゃむちをつけて X でたくさん投稿してくれると嬉しいな。ここにも行ってみてほしいってコメントも大歓迎だよ。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバーイ。